MIK って書いちゃうからね。買い揃えなかった。Hi, this is Miyako. Thank you for watching. 本日は、前回に引き続きマイ MIK スタディオの紹介パート2に行きたいと思います。前ちょっと映ってたのに触れなくて気になってんだけどっていうねお声がなんかどっかから聞こえますけど、ちょっとこの人とこの人についてちょっと今日は触れたいなと思います。こっちのテレキャスはちょっと皆さんあれじゃないですか、見覚えがあるんじゃないですか。このギターは5 of Kind のねツアーの時に出してきたギターですね。ダンシング・ウィズ・デボーかで弾いてたギターですね。まあね、うちがこうテレキャスを弾くのは結構珍しいかなと思うんだけど、これねどこのメーカーかなと思うんでしょ。ロゴ見て何も書いてないの。ノーブランドですで、なんでこれノーブランドのギターになってるかって言ったら、アメリカからこうパーツを売ってるこうもう切り出したね木材をこう売ってるところがあるのね。でそこですごいこうイケてるこうなんでのボディをちょっと見つけて、ちょっとこれでなんかちょっとギター作ったら面白いんじゃないんだなで、うちテレキャスは持ってないんで、なんかこうテレキャスをこういい感じのやつにできたらなんかいいのになと思って、でうちこの木目あんま見たことないなと思ってたの。何のトップ材やろうなと思って出たら、なんかねボコテっていうの、ボコテ、本当にね BOCOT ボコテっていうのがあって、で今月のねヤクギターが結構その木材にいっぱい触れてる号でして、こう木目フェチにはたまらない号となってるんですね。でもちろん後ろの方にね都と緑もねちょっと出てるで、チェックしてもらえたらと思うんですけど、ちょっとギタリストはねちょっと特にね本当に木材フェチの人はちょっとねこういろんな木材がねこう丁寧に紹介されてて、そのボコテもね載ってたんでね、はい、ちょっとチェックしてもらったらいいかなと思いますけど、なんかとりあえずこれすごいいいなと思ったね。であんま見たことない木目やなと思ったら、そのボコテっていう木、あんまり大体こうねみんな見るのでメイプルとかなんかフレームとかなんかごちゃごちゃってなったやつとかさぐちゃぐちゃって何って言われてたけど、あ、そうでしょ。そう、いい塩梅っていうか、そうもうあんまり色も塗りたくないこの素材のままでいきたいなと思うやつでしたね。音がかなりテレキャスって感じ。これがね、もちろんテレキャスっぽさもあるんだけど、音がね結構太いんですよね。なんか結構うちねテレキャス詳しくないからあれなんだけど、結構キャリっていうかカリカリっていうイメージだったんだけど、結構太い音も出るのね。だからラブバイツの曲でもちょっと1曲だけね使ってみたって経緯もあって、もちろんね自分はギター作ったことがなかったんで、ちょっとローディーさんとかに手伝ってもらいつつ組んでもらって、でパーツのチョイスだけ自分でしてみたりとかして、ちょっと組んでみた、自分で作ったとまでは言えないんですけど、組み立てた、MIK って書いちゃうからじゃってはいね、ここまで木とかね切り出してまでとか言ったらなんかそうしようかなと思うけど、そこまでじゃないんでねなんですけど、でもそれが意外と本当にいい音になったんで、ちょっとライブでお披露目してみましたっていう経緯があります。なんで今後もなんかこのテレキャスのねこの人が合いそうだなと思う無事だってってなったら、またこの人がライブで見れるかと思います。はい。今うっすらなってる。スター・ウォーズのね時が1時間ごとにさなるんよなるんよって言って曲もね何種類かあってね、はい、これねちょっといただき物なんですけどね、こう
ちょっとなんかしかもいいお値段してたからちょっとびっくりしちゃった。隣の渋いのは、はい、これみんな見たことないでしょ。よいしょ。うちがこう引っ越してきたよってこのスタジオの写真あげた時に結構突っ込まれて、そのギター知らないみたいな。でこれもね見てください。だから最初にねみんなねギブソンのなんとかでしょとかって言ってたけど、ギブソンって書いてますか？書いてませんね。そう、グレッチで335ってやつ？グレッチ？でもないから、これもさっきのこのテレキャスト要は経緯は一緒で、この木材を買ってきてパーツをはめて作ったっていうやつになるんですね。だから作ったって言っていいのかちょっと果たしてクエスチョンなんだけど、いろんな人に手伝ってもらってるしね、うちが一人やったわけじゃないんだけど、こういうセミアコじゃないや、この空洞がある系のギターをうちで持ってたことがないんで、なんか1本ぐらいとは思ってたのね。でもなんか買うほどでもない。じゃあなんかすごいさ5万円とか作りやすいのを買う気になるかって言ったらならなかったんだよね。だからちょっと遊びも込めて作ってしまってもいいんでないでしょうかってことになって、木材買ってきてパーツ買ってきて組み立てたのが335もどきって言ったらいいんだけど、でフリスビー付きでねテレキになってます。でこれも正直木材はむちゃくちゃ安いね。木材はねネックとトップ合わせてボディ合わせて3万いってない。そう3万もしなかったね。海外から取り寄せたんだけど、これもで色はなんていうのかな、なんかこういうスポンジでなんかウォールナッツみたいな色を塗って、でなんでピカピカにはしてないんだけど、こうあえてマットのままにしてあるんだけど、なんかこれもねでピックアッパーのベアナックルつけたんで結構パワーもあって、結構ロックいけそう、結構激しめのロックまでいけそうな感じに仕上がったよね。ただラブバイツに今んとここれが合いそうな曲っていうのはないんで、今んとこステージでお披露目する予定は全く持ってないんだけれどわかんない、なんかラブバイツ以外の現場とかね、もしかしたらラブバイツでこの335もどきが合う曲が今後できるかもしれないし、その時になったらちょっと皆さんにねせっかく作ったんやからせっかくねステージで弾いてあげた方が彼女も喜ぶと思うんで、うちこういう335とかこういう系のギター音わかんないから、そういうのをたくさん弾いてる人にちょっと弾いてもらったりとかもしたのね。だからいいじゃんって言ってたから、多分いいんだと思います。多分だって入札したい。入札するはい、何万からって言ってガンって言ってはい、そんな、最近はねなんかちょっとそういうなんだろう、弾くだけじゃなくてなんかそういう木材とかパーツ配線とかなんかそういうことも知らないに越したことはないかなと思うんで、ちょっとねこのコロナ禍時間だけはあるんでね、ちょっとそういう自由研究みたいなことにも最近はちょっと手を出して見てるので、これもちょっとね荒いなってとこもあるんだけど、それは3万のご愛嬌ってことででもかっこいいギターにこれも仕上がってると思うんで、いつかステージで弾けることを願っております。オーディオインターフェースをね RME っていうメーカーのこういうファイヤーフェイスの UC っていうやつですね。高かったこれ。前はこのプロツース初めて買った時にこう一緒についてきたアビットの MBOX っていうインターフェースをずっと使ってたんだけど、もうガリがもうちょっとボリュームとかなるようになっちゃったし、
さすがにねちょっとあとラブバイツちょっと卓録が多いので、やっぱその家でもいいオーディオインターフェースをそろそろ揃えてもいいんじゃないかしらって時に、何を買おうかなと思って悩んでスペックとあとお財布ともね相談しつついいなと思ったのがこの RME ってやつにたどり着きました。音がすごく綺麗に取れるなっていう印象ですね。でなんていうの、全部デジタル制御になってるんで、こういう画面がねあるんだけど、原因だとかなんだとかいろいろセッティングもできつつ、いろんなセッティングもできるんで、潰れるまで酷使してやろうかなと思ってますそうそう、これと紐づいてるやつですね。でもちろんステイホームって言い出した時ぐらいに買ったのね。取った。だから今回の発売して間もない EP グロリグロリ to the world はこのインターフェースで撮ってます。で一緒にそのジェネリックのスピーカーも買ったり、前はちっちゃい鍵盤だったんだけど88鍵のミディ鍵盤に買い替えたりと、去年のねステイホームライブで本当に家からみんな出なかった時に買い揃えまくったっていうねそういうということになりまして、やっぱりねいい機材がいいよね。じゃあ次回の動画はここに端っこ映っておりますけど、このうちの一番の相棒って言っていいぐらいのこのピアノを紹介したいと思いますので楽しみにしてください。じゃあ、See you next time. バイバイ。思ってなかった